チェーンソーマンのアニメ化を祝して、今回はマッパ完全オリジナル制作映画、アリストテレスの幻工場の PV の謎を暴いていきたいと思います。それではやっていきましょう。こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は先日公開された、アリストテレスの幻工場の PV の謎を解きます。マリサはマッパがどんな制作会社か知ってる？もちろんだ、最近話題作が絶えない会社だよね。2011年に発足されたアニメ企画、制作会社だ。創業者は元マッドハウスの丸山正夫さんです。マッドハウスといえば、いろんな作品の中でも名作と言われているサマーウォーズを作った会社だね。そう昔から数々の名作を生み出した会社だ。そして現在マッパは2代目であるスタジオ 4°C 出身の大塚学さんが社長を務めています。最近でわかりやすい作品だと煙突町のプペルを作った会社だね。その通りだ。まあ今回はそんなバックボーンだよ、くらいで OK だぜ。そんなマッパが完全オリジナル制作したアニメ映画。それが、今回のアリストテレスの幻工場だ。正直あまり詳しくない人は何がそんなに注目されているのと思うかもしれない。だからまずはその理由を軽く説明しますね。頼むんだぜ。よろしく頼む。2018年、当時知る人ぞ知る名作が生まれた。その名は、さよならの朝に約束の花を飾ろう、だ。この作品はトラドラやナギのアスカラなどの、脚本を手掛けた岡田真理さんの、初監督作品として当時話題になった作品です。でもそれがなんでそんなに話題になったの？岡田真理さんは恋愛ものに定評があった人だ。絵柄的にも恋愛ものと思った人は多かったと思う。しかし、内容は親子愛をテーマにしたあまりにも圧倒的な名作だった。当時の見た人の衝撃は凄まじく、岩見真中さんをはじめとする声優さんの演技、そして後半につれて伏線が回収される脚本は、見た人全てを魅了した。だけど、心の衝撃は人を選ぶ、そういった尖った作品は、本当に見る人を選ぶ作品なんだ。強すぎる感動は病む人もいるからね。確実に紛れもない名作だ。しかし見る人を選ぶそんな部類なんだ。万人受けはせずとも当時見た人の心にずっと残っていた。そして今回発表された、アリストテレスの幻工場はその制作陣が制作する新作なんだ。そうなの？じゃあさよ朝ファンは歓喜だね。それが今回話題になってる理由の一つだ。そして公開された PV は、想像の斜め上を言った。一言で言うと、明らかに優しい恋愛ものではない？なんか怖い雰囲気と、絶対ハッピーエンドじゃなさそうだよね。そして謎のメッセージ調のテロップ。いやマジで普通に怖かった。そんなアリストテレスの幻工場、どんな作品なのかコナン見終わりの陰キャウプ主に調べさせたぜ。お前で大丈夫なのか？任せておけ。今回は調査報告書を持参したから PV 時系列で解説いたします。ウプ主暇だから深掘り得意だしな。負けてくるぜ。じゃあまず最初の画像どうぞ。線路の上で片目を隠した女の子が2人、両目を隠した男の子が1人、後ろの女の子が少し離れています。片目は逆の目を隠していてこれは、見ている方向性の違いと、嘘つき羊飼いの表現にあった盲目の羊を表していると考えました。なら女の子は何か、考えられるのは3つ。お互いが片割れの可能性、姉妹の可能性、方向性の違いの可能性です。今回は最後の方向性の違いの可能性について考えました。題名のアリストテレスは、みんなもお気づきの通り、哲学者アリストテレスから来ていると考えるのが自然でしょう。アリストテレスの右と左に関する話、それは、政治的な右派、左派かな。しかしアニメでそれはないでしょう。なので意味だけ抜粋すると、左は変革や進歩、右は保守や維持、が妥当かなと思いました。つまりどういうこと？変化を望むものと望まないものということです。なるほどな。そこでわかることは、手前の女の子は変化を起こそうとしてることになります。じゃあ次どうぞ。空が割れ始めます。つまり幻工場の幻は、この空のことを表している表現でしょう。そしてその時、盲目だった羊は目を開きます。これにはどんな意味があるの？自分で手を開いたあたり、見ようとすれば見れたが、あえて見ようとしなかったものということになります。それは何なの？ウプ主が思うに、彼女たちを失う理由じゃないかな。多分ですが、この世界に生きた人はいません。いやいるでしょ、PV 出てたし。予想でしかないですが、この世界は2人によって作られた、模倣の模倣だと考えています。ある時、世界崩壊の原因になる出会いが生まれます。それは仕組まれた出会い。それは変化を望む、嘘つきな羊飼いによって。まず模倣の模倣って何？現世は魂の帰る場所イデアの写しみと考える、アリストテレスの通説です。現実はすでに模倣とされ、現実の模倣は、模倣の模倣となります。いやわかんないよ。つまり何が言いたいの？
この世界は作られた世界で、男の子はある理由でいてはいけない存在だから許されない恋だった説だよ。でもそれ破綻してない？確かに面白い考えだけど、光の竜は人間取り込んでたし、それは理由があるからでしょ？それにその考えだと、ダメな理由は何なの？偉そうに話してた割には浅くないか？ウプ主もそう思って、一から考え直して、まずは光の竜の正体を調べてみたんだ。光の竜の正体は何なの？その話の前にこの画像を見てほしい。上に数字の5、それとさらけ出せの文字。そして次の画像。幻の工場みたいな場所の中にも数字の5。じゃあ数字の5の意味は？なんなんだぜ？もったいぶらずに言えよな。数字の5の意味は、アリストテレスが天体を構成する元素として導入した5番目の元素、エーテルだぜ。そしてもう一つの名前が、アイテール。アイテールとは、そこから消えることのない空の輝き、大気の上の炎。そして、人が死んだ後に魂がたどり着く永遠の汚れのない領域。なんか見えてきたな。そうだな。そして最初からおかしな点がある。後ろの彼女の画像を見てほしい。顔は汚れ、靴も履いていない。それは最初の映像もそうだ。つまりこの子はアイテールなの？多分そうだ。光の竜が人を取り込むのは、汚れなき世界に送るため。男の子に恋をしたアイテールは、人の模倣として現れる。じゃあ、世界が崩壊する理由は？アイテールが魂を取り込む理由にあると考えたよ。アイテールが魂を取り込む理由は2つ。1つは汚れなき世界に送る、もう1つは幻の世界の維持。なるほどな。じゃあ手前の女の子は何を考えてるの？多分彼女はアイテールであって、アイテールじゃない。どういうこと？もし彼女がアイテールなら、こんな回りくどいことはしない。彼女は終わらない世界を壊したい。でもその力はない。だからもう一人のアイテールのもとに、一人の男の子を導く。でもじゃあどうしてそれが世界の崩壊になるの？これも予想だが、魂を取り込む順番には、ある規則性があると考えてる。その根拠は、PV の中で、人が取り込まれた際に、少し諦めたような、うつむいた表情になってるんだ。それは、この世界の人たちは分かってるの？ああ、多分一部の人は知ってる。それが白いドレスの姿と、もう一つの許されない理由だ。あれウェディングドレスじゃねえの？ウプ主も最初、そう思った。だけど主人公は高校生だ。そして手の形と、神社のような祭壇。つまり、彼女たちは、巫女やシスターのような特別な存在と認知されているんだ。だから許されない初恋なんだね。そして男の子の番になり、アイテールは魂を取り込むのを拒否する。そうした結果、幻の世界は崩壊し始める。そういった流れじゃないかと、ウプ主は考えたぜ。コナン見て書いただけあるな。最初の考察より辻褄は合ってるぜ。でもじゃあ最後の男の子の行動と、男の子の目的は何？この場面だね。じゃあそれを語る前に、男の子の目的について考えてみるね。男の子が好きなのは誰か。それは二人のアイテールだぜ。どういうこと？男の子の目的は、多分、魂を取り込むアイテールに自分を取り込んでもらうこと。世界が崩壊すれば、アイテールもいなくなる。なるほど。このシーンは実は、アイテールの正体を知った男の子が、なぜ、自分は取り込まれないのか問いただすシーンじゃないかな。確かにここの字幕不自然だったから辻褄合うね。その答えがこの字幕なんだと、ウプ主は考えました。これがウプ主がコナン見ながら考えた考察です。なんかありそうだね。辻褄も合うしワンチャンだな。今回は PV の情報だけでストーリー先読みしてみました。ポンコツウプ主が頑張ったので、もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。一人でもしてくれたら嬉しくて泣けます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。